アメリカ海軍艦上爆撃機 SB-2U3 ビンディケーター前回で素組みまで完成しました。今回の動画では塗装前の下処理から基本塗装デカール張りを進めていきます。では塗装前の下処理をしていきます。いろんなところに隙間ができているのでパテで埋めていきます。私はこのクレオスのミスタートキパテをよく使います。全体的にヤスリがけをしますので、同時に合わせ目消しもします。合わせ目にもパテを持っておきます。数時間放置して、パテをしっかり乾かしたら、ガシガシヤスリがけしていきます。この、額の裏側を蓋のようにはめ込んである部分に、すごく段差ができてしまうので、もりもり削ります。こんだけ削れば、あとは塗装でごまかせるかな。次は、モールドの彫り直しをしていきます。今回は試しに、このレーザーソーを使ってみます。筆塗り全塗装は、どうやったって塗膜が厚くなりますので、どうしてもモールドが塗料で埋まってしまいます。最初は自分の力量が足りないんだ、と、すごいモデラーさんたちだけが知っている。モールドを活かしたまま、ムラなく綺麗に塗るテクニックがあるんでしょうと思って、いろいろ試しましたが、結論、そんなものは存在しないことが分かりましたので、面倒ではありますが、塗装する前に、こういった道具を使って、額にある全モールドを彫り直すようにしています。彫って溝を深くすればモールドは消えないので、綺麗に墨も入りますし、すごく綺麗に塗れます。ただこの作業、すごく面倒な上、すごく繊細で、すぐモールドからそれて、変なところに傷が入ったり、力を入れすぎて行き過ぎたりするので、よく失敗します。このレーザーソーは、モールドの太さを広げずに、細く深くできるんではないかと思うのですが、どうでしょうね。うまく塗装できるでしょうか。よし、こんなもんでいいかな。次はこのキャノピーなんですがね、場所で言うとこの部分なんですが、どうやらガラスの部分が多いんですよね。全面ガラスになるように、モールドが彫ってあるんですが、前の方はガラスじゃないようなんです。ミス成形なのかな？気になるので、この部分はトリセツの絵のような感じになるように、ヤスリがけしてモールドを潰しておきます。オッケー、こんなもんかな。では下処理完了、塗装に入ります。次回のウェザリングで使用する塗料も含め、今回の制作で使った塗料の一覧です。シンプルな色の機体ですが、こうやって並べると、いろんな色を使いますね。私は水性ホビーカラーとアクリジョンしかほぼ使わないのですが、この塗料には指定されていた色がありませんでしたので、持っている近しい色を調色して作りました。まずは仮面から、色はほぼ白に近い、薄いグレーですが、少し黄色みがあります。おいなんだよ、もうめんどくせえな。せっかく綺麗な布買って敷いといたのに速攻ダメになったやないか。しかも白めっちゃ使うのにめっちゃこぼれたやん。もったいねえはん。色はほぼ白に近い、薄いグレーですが、少し黄色みがあります。なのでガルグレーと白を1対1で混ぜた色で塗りました。いつも通り、綺麗に発色するまで何度も塗り重ねます。まずは1回目。1回目ではほとんど発色しませんね。続いて2回目。1度目を縦に塗ったら、2度目は横に塗っていきます。これはムラなく塗るコツでよく出る方法ですが、そこまで厳密な話ではありません。場所によっては、横に塗りにくいところもたくさんあるので、そういう部分は縦に塗りますし斜めにも塗ります。大まかに縦方面、横方面と切り替えて塗り進めていきます。ちょっと色づいたでしょうか。3回目。最近の塗料は乾くのが早いので、一面塗り終える頃には、最初に塗り始めた部分が乾いています。ずっと塗り続けることもできなくはないですが、2回目を塗り終えたら、1時間ほど完全乾燥させると、ムラと色味が落ち着きます。一番最悪なのは、生乾きの部分に筆で触って、塗面を壊してしまうことなので、その防止の意味もあります。だいぶ発色しましたね。3回目でこれなら、かなり発色しやすい良い色です。まだムラがありますので、4回目行きましょう。そういえばこの塗っている映像、シャッシャシャッシャ塗ってますが、尺の都合で倍速かかっているだけで、普段はもっと遅いです。ゆっくり丁寧に塗ることをお勧めします。4回目完了。
だいぶいい感じですね。まだ少しムラもありますが、この後ウェザリングでさらに色を重ねますので、ここらで OK とします。機体の上面を塗る前に、境目をマスキングしておきます。右と左を同時に見る、なんてことはないのですが、左右対称になるように、確認しながらマスキングしていきます。塗ってる最中から思ってたんですが、例えばこことか、この辺りとか、この辺りは完全にモールドが潰れていますね。これでは出来が良くないので修正します。元からあるモールドを広げない方が良いと思って、細いまま深く掘れる、レーザーソーでモールド掘り直しをしましたが、筆塗りの場合は、絶対に塗膜が厚くなるので、ちょっと広がった方が良いのかもしれませんね。塗り方も、モールドをまたぐように無配慮で塗りましたので、溝に塗料が入って、埋まってしまいました。引き下げナイフやカッターで溝をなぞり直して埋まった部分を復活させつつ、上面はいつも通りこの筋彫りカッターでモールドを広げ直しましょうか。こんなもんかな。これでダメなら仕方ない。上面を塗っていきましょう。上面は先ほどのガルグレーにミディアムブルーを1対1で混ぜてちょっとくすんだスカイブルーを作りました。実機の写真がこんな感じのスカイブルーだったので、これでいきましょう。仮面の時のような全体をシャッシャカ塗るモールドに無配慮な塗り方はやめて、一マスずつ塗っていくようにしました。極力溝に塗料が流れないように、それでも塗料が流れた時は筆で拭うようにして、何としてもモールドを守るモールド原理主義な塗り方を徹底します。1回目はこんなもんですね。やることはずっと同じなので、サクサクいきましょう。2回目。2回でだいぶ発色しましたね。これで終われるかな。3回目。3回目完了。これだけ発色したら十分ですね。塗りやすい色だとストレスなく塗れて良いですね。大まかに塗装が完了したらマスキングしたところを剥がして確認します。はみ出したところがあればレタッチします。主翼の上面と下面の境目はだいぶまずいですね。最初からマスキングしとけばよかった。塗り直しします。マスキングをケチるとこうしてはみ出しますね。マスキングテープもそんな高いものでもないし、面倒なのでもうちょっと広範囲をマスクした方が良いですね。よし、綺麗になった。まあこんなもんでしょう。コックピットの中から覗く機銃のスコープは先端がオレンジです。この一粒のオレンジが色味を増やしてくれる良いアクセントになってます。この機体はアメリカの航空博物館に実機が保管されていて、ちょっとググるだけで実機の画像が出てきます。その写真によると、キャノピーの内側は黒くなっているので、黒を塗ってから機体色を塗っていきました。その次はランディングギアを塗り分けて、プロペラを塗り分けて、爆弾塗って黄色いラインとか入れてみて、後部座席に搭載される機銃も塗りましょう。細かい塗り分けはこんなもんですね。一通り塗り終わりましたのでデカールを貼っていきます。ちょっと前までは毎回どこか失敗するデカール失敗おじさんでしたが、最近はとんと失敗しなくなりました。慣れたこともあるかもしれませんが、マークセッターをタミヤのデカールのりに変えてからほぼ失敗しなくなりました。道具の相性って大事ですね。デカールのりを塗って極力手で触れないようにデカールをのせて、一旦デカールのりと水分を拭き取る。その後ソフターを塗って30秒ほど放置。柔らかくなったデカールを
コロコロして圧着する。ほーらもうミスらない。余裕ですわ。こんなのミスりようがないわ。かっはっはっは。ぐぬぬ。折れ曲がって伸びない。失敗したくそ。まあなんとかごまかします。あとはやることは一緒なので、ひたすらペタペタコロコロしていきます。はい。ではデカール完了です。舐めてはいけない。デカール作業。一部折れ曲がっちゃいましたが、かけることなく全部貼れました。よかったよかった。では最後に、バラバラだったパーツを全部取り付けて完成。塗ってる最中は、色が変かとも思ったのですが、完成してみれば、綺麗な青になりましたね。ここからウェザリングをすると、また色味が変わりますので楽しみです。次回はウェザリングをして、額を仕上げてから、台座を作って、模型を完成させたいと思います。ではまた来週。最後までご視聴、ありがとうございました。いいねやチャンネル登録をしていただけると、模型ばっか作ってても、家族に言い訳できるので、とても助かります。ほな、またね。